目いっぱいきれいにしてやりたいと思います。全体にピカピカツルツルめにはウィールのギザは入ってメリハリ。どうもこんにちは。今日はこのドリーム木型の靴ソールをね仕上げて完成させます。いや楽しみですけどかなりね時間がかかりそう、大変そうです。まずはですねコバインキ、これ残りがまだあるか。コバインキでねここのコバを黒く染めます。僕の大好きな作業ですね。ちなみに今はこんな感じで前回ねかかとを積み上げました。今からこのコバのところにインクを入れます。黒くします。いきます。黒はね色ムラとかもないんで結構気軽にいけますね。よいしょ。一回サンドペーパーで落としてもう一回塗ります。はい塗れました。楽しかったじゃあ次は、ソールの銀を落としていきます。表面をね落としていきたいと思います。濡らして柔らかくしてよいしょ。ガラスをかけてサンドペーパーまで行きました。こんな感じですね。この辺ちょっと黒くなってるんですけど、これ一応削れてます。ちゃんと綺麗にスベスベになってます。じゃあここにね色を入れていきます。今回は、半カラスにします。後ろが黒で前が茶色にするんで、前部分を先にねソールステインを使ってソールステインをちょっと水で薄めてます。でこのねへこませてる凸凹をつけてるこの前部分、こういう前部分が茶色ですね。布に取って塗っていきます。こっちは後でね黒くしちゃうんで、ここはとりあえずあえてはみ出させてやっておきます。こんな感じでツヤが出てきたんですけど、ここやっちゃってるとこですね。泥こしが薄すぎて下の糸がね見えちゃってます。これをどうごまかすか。ごまかし効かねえかこれちょっとまだ足りない気がするんで、一回サンドペーパーで落としてもう一回やりたいと思います。一応光沢は出ていい感じなんですけど、やっぱりどうしても傷跡がこれごまかせないな。こんな感じでねいい感じの光沢がね出てるんですけど、ここね目立っちゃいますよね。まあもう失敗したからしょうがないのかな。ちょっと後で考えるとして、この後ろの部分をねやっていきたいと思います。前が茶色で後ろが黒ですね。なのでちょっとマスキングをこう思ったんですけど、マスキング貼るのが難しいですね。一応こんな感じで形をとってみたんですけど、これ貼ったらうまくいくかな。なんか変だな。難しい。こんな感じでマスキングをしてみました。もうこの先端とかがね細すぎて多分あんまり意味ないんですけど、ここの
マスキングから出てる部分をペーパーで削って、で黒くしていきます。じゃあこのリペアソールステインで黒ですね、この後ろ部分に塗っていきます。いきます。問題はここですね。綺麗に塗れるかな。塗ってみました。なんか良さそう、かっこいい気がする。ちょっと一回乾くの待ってみます。また布で磨いていきます。黒に金色の真鍮の釘が映えますね。よいしょ。電熱器でね、イチョウゴテを温めたので、このマスキングをしたままソール部分にロウを塗り込んでいきます。熱したコテをでロウを溶かして、ロウが溶けます。これを塗り込みます。今だとね、ロウののりが全然均一じゃないので、これをコテでこすってロウをね温めて溶かしてなじませていきます。これがね結構難しいんですよね。うちのヒールもね同じように。最近ねナチュラル仕上げが多かったので底面にロウは塗ってなかったんですけど、久しぶりですね。これ難しいんですよね。均一にロウをこう広げて光沢感をね出すのが、光沢感は出るんですけど均一な光沢感をね出すのが結構難しくて、前回これをがっつりやったのがもうかなり前ですね。10月ぐらいかな。黒いダービーの靴で丸っこい友達に作った靴で全カラスやりましたね。全部黒い仕上げをあの時にこのソールの仕上げをやって以来やってないんで久しぶりですね。だからあまりね技術レベルはその時から上がってないんですよ。やってないんで、まあそこはね気合でいきます。結構光沢出てきたんですけど、どうですかね。こんなもんかな。よし、とりあえずね一旦こんなもんでいいことにします。かなりね光ってますね。で1個ロウを塗ったらここのねフィドルのこの尖ってるところもはっきりめに出ました。マスキングを取ります。よーしょ。お、いい感じ。お、めちゃくちゃはっきり塗り分けられてますね。いい感じ。じゃあ次はこっちの前部分にもロウを塗っていきます。この透明なやつをちょっとこれで塗ろう。どうしてもソールの傷は消えないどころか目立ってますけど、まあいいや、仕方ないですね。できるところは目いっぱいきれいにしてやりたいと思います。そろそろうちのかかとのコバの方もいきます。
おいい感じ。がっつり光りますね。やっぱ下処理が良かったかな。でコバもねやりました。すごいピカピカになりました。でこのねウィールちょっともう一回しつこいんですけどもう一回当てます。こいつにローをつけてもう一回転がします。軽くね。額縁をつけたいと思います。次はかかと車いきます。よしいいかな。じゃあマスキングを取ります。結構この辺取るの大変。ウエストのあたりはねベベルドウエストでマスキングがかなり奥の方にいってるんで、でも大丈夫か。綺麗に剥がれないかと思ったけど剥がれますね。よいしょ。おーすごいかっこいいかも。まず綺麗に取れました。まだねマスキングの跡とかがあるんですけど、それは次回やるとして、今回ソールの仕上がりについてちょっとねディティールをお見せします。コバはこんな感じで、今回ねこのウィールとコバの切れ目ここをね綺麗にしたいなと思って何度もウィールかけたりねコバの固定当てたりしてたんですけど、今までで一番綺麗ではありますね。本当にね本当に上手い人って本当にここがね素晴らしく上手いんですよ。これだとまだまだですね。でもしっかりウィールのギザは入ってメリハリのある感じですね。そんで、ベベルドウエストのところはこんな感じでかなり細いですね。でウエストの部分もちゃんと踏まずのコテをかけてきれいにしました。でもここね傷があるんで、でもあんまり分かんないっちゃ分かんないですけど、分かりますね。ここねヒールは結構これうまくいきましたね。積み上げの段階でかなりしっかりやっといたんで、微妙なね曲線の感じとかね。でソール面はこんな感じですね。全然にピカピカツルツルめにはできたんですけど、傷がこれがねもう本当にこれが、あとここにもちょっとこれ仕方ないですね。まだまだ綺麗に傷なく仕上げられる技術はないということですね。化粧釘やっぱりね金色が黒によく映えます。でフィドルここの尖らせた場所微妙にあれですけどいいんじゃないでしょうか。でここのねぷっくり感が結構気に入ってます。この感じね。手前部分は茶色で、ロー塗ってアイロンかけたんですけど、透明感があっていいですね。ピカピカとはいかないんですけど、それなりな感じですね。どうでしょうか。
あ、でそうだ、最後ここの段差、ヒールとソールの段差を今回、結構、いつもやろうと頑張ってるんですけど、あんまりうまくいかないんで、より意識したんですけど、ここですねという感じですね。全体像がこんな感じですね。なるほど、かっこいいな。はい、というわけでソールの仕上げまで終わりました。一応目指すものはこんな感じでした。実際にこの作る前に思い描いてたものに近いものにはなりましたね。細部の仕上げとかはもうちょっとできたらよかったなとは思うんですけど、今まで作ってた靴のレベルからしたら上達はしてるんでいいんじゃないでしょうか、現時点ではね。でちなみにここに置いてあるヴィンテージの靴、これもなんかね、狙ったわけじゃないんですけど、なんかいろいろソールの仕様とかデザインとかかなり似てる感じになってるんで、また比較なんかも今度してみたいと思います。すごい差です、いろいろと。磨いたらすごいピカピカになるんでしょうかね。これイタリアのね、インカスっていう会社の革なんですけど、かなりツルツルめな革なんで、どっちにしろ履かないんで、もうビッカビカにしてやろうと思って楽しみですね。もうすぐ次回か完成します。ぜひね、完成まで見ていただけてもらえたら嬉しいですね。じゃあ今日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。ピカピカ、眩しい。